皆さん、こんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。今日もよろしくお願いいたします。さあ、これから1時間ですね、ライブをやっていきたいと思います。今日のタイトルはですね、嫌いな人と縁切りできないのには意味があるということでですね、嫌いな人と縁切りをしたいと思う人ってたくさんいらっしゃると思うんですが、なかなかできない。なんででしょうかっていう声がですね、いつもたくさんの人から聞いています。ということでですね、今日は動画とかでですね、パッパッパッパっていうよりかは、ゆっくりライブでですね、こういうふうに、こういうことになってるんですよ。こういうことに気をつけるといいんですよ。みたいなことをですね、お話ししていきたいと思うわけでございます。はい。そして50分からはですね、ヒーリング、開運エネルギーというのを送りたいと思いますが、今日はですね、その嫌いな人と縁切りするためのなんていうんですかね、エネルギーワークというか、イメージをするっていうものですかね。それをヒーリング、開運エネルギーを送るときにやりたいと思いますので、そちらも楽しみにしておいていただきたいと思います。はい。嫌いな人っていうか苦手な人っていうのは結構皆さんいらっしゃるんじゃないですかね。特に仕事とか、そういうところになるとですね、なかなか縁切りしたくてもできない。そういう立場上であったり、上司であるからですね、できないっていうこととかもあると思いますが、やっぱりそういうものもですね、いろいろ方法があったり、意味があったりっていうことがあるわけなんですね。その意味を知っていく。そしてなぜ切れないのかということが分かってくるとですね、自然とそういう人と縁遠くなっていったりするっていうことが起こるわけなんですね。はい。そういうこともお話しするので、皆さん楽しみにしておいていただきたいと思います。さあ、今日はね、僕は、どんなことをやったかというとですね、今日は何やったかなあ、そうなんです。ホームページがですね、僕最近すごいんです。断捨離みたいなのがすごく進んでまして、こういう断捨離というかですね、物がどんどんなくなっていったり、今まで持ってたものがどんどん変えざるを得ない。なくしたりですね、して、新しいものにしないといけない時っていうのは、このやっぱりステージが変わってる時っていうような言い方をしたりするわけなんですね。で、これ、僕の場合何が起こってるかっていうと、よく聞いてくださってる方は知ってると思いますが、この間ですね、僕のスケジュール帳がなくなったんです。で、このルーズリーフっていうんですか、ファイルをしてですね、毎年新しいのを入れて使ってたので、結構長い間使ってたスケジュール帳があったんですが、この間、そのなくす直前にですね、なんか古くなってきてるなと、かなり古くなってきてるし、あといつも持ち歩いてないので、例えばこの日空いてますかとかっていう、なんか連絡が来た時にですね、すぐ見れない。ちょっと待ってください。家帰ってスケジュール帳を見ないといけないんですっていうような時がちょっと続いてたんですね。これはどうしたものかなと思っていた時にですね、そうだ、携帯のスケジュール帳あるじゃないですか、アプリっていうんですかね。それに入れればいいんだと。それなんで思ったかっていうと、うちの大阪の実家に帰った時に、うちの父親がですね、88歳なんですけど、その携帯のスケジュール帳を使ってたんです。うわー、負けてるみたいな感じでですね、ちょっと、変えた方がいいのかなと思い始めたんです。その思い始めた日か、次の日かなんかに、なんと、私、スケジュール帳を落としてしまったんですね。で、結局、もう仕方がないのでっていうことで、携帯のアプリを使ってやってるわけなんです。はい。でもやっぱり、携帯のアプリ、慣れてくるとね、結構いい感じかなっていう、すぐ見れますし、いつも携帯って持ってますしね、いいかなと思ってるんですが、で、昨日はですね、僕のホームページがあるんですけども、そのホームページを自分で変えたりとかいつもしてるんですね。で、新しいなんか、システムかなんかに変わるので、それを変えないといけないっていう連絡が来てたんです。もう僕そういうのめちゃくちゃ苦手なんですね。どうしようと思いながら、でも、ホームページちょっと前に作ったので、なんかちょっと古い感じもするし、ごちゃごちゃしてる感じもするし、すっきりできないかな、ちょっと変えた方がいいかなと思ってたんです。それで、その新しいシステムのために移行していったらですね、なんと、ガッピーンっていうぐらい、ごちゃごちゃになっちゃったんです。もう、すごいことになっちゃって、ホームページが、みたいな、もう戻す方法もよくわからなくてですね。はい、昨日はもう泣きそうになりながら一日中やってたんですけど、すっきりした感じで今は上がったわけなんですね。こういうふうにですね、やっぱり断捨離、知らないうちに
なんかなくしたりとか、知らないうちに次のステップのところにもう行くようになってるみたいな時っていうのはですね、皆さんのその人生のステージが変わってる時だったりするので、はい、そういう風になってる人っていうのはですね、あ、来てる来てるって言って、そういう時はよっしゃ、やったろうやないかって言って、まあ、苦手なこととかもね、喜んでやるといいってことですね。はい、それではありがとうございます。あきふさん、あきらさん、皆さんこんばんはって、もう始まる前から書いてくださってました。ありがとうございます。そして皆さんこんばんは、久しぶりです。ということで、よろしくお願いします。そして、けいこさん、聞いたー村長、皆様こんばんは、よろしくお願い申し上げます。こちらこそよろしくお願いいたします。はい。そして、ききちゃん、こんばんは。あ、猫ちゃん、かわいい。よろしくお願いします。みっぽこさん、あきらさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。今日も楽しくやっていきましょう。そして、カランクさん、村長、こんばんは。本日も楽しみにしてました。もういつもありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい。そして、中里ゆかりさん、あきらさん、こんばんは。今夜も楽しみにしてました。ゆかりさん、ありがとうございます。今日もみんなで楽しみましょう。よしこさん、村長、皆様、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。なんかね、僕、実はこの村長っていうのを決めたときに、チャンネル登録者数が5000人から6000人、5000人だったかな。超えたときに、ちょっと村ぐらいの大きさの人になってるので、村長ということで、何村にしたかな。ミラクル村にしてですね、村長、村村村長という、いつもムラムラしてるからっていうことで、村村村長になったんですが、はい、これがですね、1万人、チャンネル登録者数が1万人超えたら、これは町にしようと。そして5万人だったかな、3万人だったかちょっと忘れちゃいましたが、になったら王国にしよう。というふうに考えてるわけなんですが、なんか最近8400ぐらいになってまして、ちょっと1万もちょっと見えてきたかなっていう感じなんです。はい。なので皆さん、ぜひ、応援よろしくお願いします。もうちょっとすると、ムラムラ町長になる可能性があるということですね。みやさん、あきらさん、皆さん、こんばんは、こんばんは。延期にしたい人、短すぎて無理。短すぎて無理。どういうことだろう。近すぎて無理ってことかな。ね、ちょっと今日はそういうことについていろいろお話ししていきましょう。福前さん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。そして、はるかんさん、こんばんはです。きょんばんはじゃないわ、今日は。夏は自律神経失調症プラス冷房病で秋まで不調です。大変ね、あなた。なので、村長のヒーリングいつもお待ちしている次第です。かしこまりました。頼みますよということで。はい、楽しみにして。50分からヒーリング、開運エネルギーを送りますのでね、皆さん楽しみにしててください。スピリチュアルのヒーリングってどんなもんなんだろう、エネルギーってどんなもんなんだろうってね、感じていただけたら嬉しいです。そして、ゆうかさん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしく、ミラクル。いきひろさんも、あきらさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい。そして、チークさん、こんばんは。よろしくお願いします。あ、みんなにね。はい、こんばんは。カメさん、こんばんは。よろしくお願いいたします。そうですね。これ、カメさんですよね。なんかこう、なんか、お皿の上に乗ってる料理かなと思ったんですけど、カメですね。はい。じゃん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 。そして、ちまにゃん。あきらちゃん、皆様、こんばんは、こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。作業中で耳だけで失礼します。あ、全然大丈夫ですよ。気をつけてくださいね。はい。なんか仕事中なんでしょうかね。まだ頑張ってください。じゃあ、ミキミキさん。あきらさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。今日も元気いっぱいでやっていきましょう。もうちょっと暑くて暑くて。ちょっと下げてよろしいですか？私もなんかとんでもない暑さなんですけど、今。ね、はるかさんもなんか冷房がとかって言ってますよ。もう私ガンガンかけないとやってられません。はい。はい。そして、ひとみ斉藤さん。はじめまして、ひとみです。あ、嬉しいコメントもありがとうございます。よろしくお願いします。50分からヒーリング会エネルギーね、送りますので、よかったらそっちも受けていってください。シスターラバンちゃん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。今日もありがとう。はい。そして、じゃん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 。あ、ひ
とみさん嬉しいこと書いてくれてる。あきらさんの YouTube で元気もらってますね。もう本当に、もう僕、そういうふうに言ってくださる方やっぱ多いですね。もう世界を元気にするスピリチュアルな部屋ですからね。元気ないと、どうするのって感じなんですが、はい。この人間パワースポットあきらの元気いっぱい受けていただきたいと思います。はい。そしてですね、じゃん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 。じゃん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 。じゃん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 。あ、そして、みやちゃん。あきらさん、皆さんこんばんはって、こんばんは。よろしくお願いします。そして、ゆうさんも、あきらさん、皆さんこんばんはって、よろしくお願いします。はいね、初めて来た人は、このチャットのところで、なんかすごいみんなが、こんばんはとかって言い合ってるのがね、面白いと思うんですけど、みんな仲良くなってくれたらいいなと思います。はるかさん、1万が見えてきたらそうなんですよ。頑張ろう。村長から町長へ。町長まだちっちゃくない。市長ぐらいじゃない。なるほど。1万ってどうなんでしょうね。市長なのかな町長なのかな村村市長。村村町長の方がなんか面白くない聞こえが。村村町長。市長。市長。そうね。市長2万人とかね。そういうのにしてもいいですね。はい。チマニャン、そのうちに村村国王になったりするのかなね。なりましょう。ぜひぜひ。5万人だったかな 10 万人だったかな ?5 万人だったかな村村国王にさせてください。皆さん頑張ります。はい。まあ、ゆっくりゆっくり、自分のペースでいきたいと思いますが。はい。あ、はるかさん。こんばんは。やめました。なんでなぜなら先に言ってる人がいたの。なるほど。そらダメだわ。ね、やっぱ真似してるって後で言われたら嫌だからね。私もラブ注入って最初こうやってよくやってたんです。番組の最後に。でもそれね、誰かのモノマネですねって言われて、みたいな。そういうつもりではなかったんですけど、そうだったんだと思ってやめました。はい。ミラクルラブに変えたわけですね。はい。ここいかさん。こんばんは、きらさん。皆さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。そして、くみこさん。村長、ミラクルラブいただきました。お邪魔します。お邪魔じゃないよ。よろしくお願いいたします。はい。あきはきおさん。目指せ1万人ですね。いや、本当に頑張ります。この間ですね、クラブハウスで、ちょっと宇宙のこととかを語り合ってるグループというか部屋がありまして、そこにゲスト出演させていただいたんですね。で、そこで、そういう宇宙とかが興味ある人がいっぱい来てて、僕は守護霊さんってどんなものなのみたいなことのお話をさせていただいたんですよ。で、なんか途中でね、話を区切られて、ちょっとアキラさんお待ちくださいって言うから何をするのかなと思ったら、じゃんじゃんなんとかなんとか、じゃんじゃんなんとかなんとかって言って始めるんですよ。何が始まってんだろうと思ったらね、その部屋にいる人がみんなで僕の YouTube のチャンネル登録、私始めてくれたり、なんか、メルマガを申し込んでくれたり、なんか本買ってくれる人とかがバーって出てですね、なんかあっという間に YouTube チャンネルも4、50人増えてたり、びっくりみたいな、それがちょっと面白かったんです。でも嬉しいですね。そういうふうに応援していただけるっていうのは。はい。そんなこんなで皆さんのおかげでですね、1万人チャンネル登録者数に近くなってきてます。皆さん、5時でした。短すぎて、そういうことね。なるほど。そうなのよ。身近な人ほどやっぱりね、なかなか縁切りができない。こういうので皆さん悩んでいらっしゃいますね。のらみさん、こんばんは。よろしくお願いします。じゃん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 。あきあきゅうさん、つい最近、親と距離を置くようになりました。いいんじゃないですか。これ、親だからってね、別に、そんなことやったらいけないっつって、思う必要ないですね。だって、僕からすると、親も一人の個人の人間だし、自分もそう。子供であるが子供の前に一人の人間ですからね。やっぱり合う合わないもあるし、考え方の違いっていうのもあると思うんですよ。だから親だからとか、我慢する必要もないだろうし、親の言う通りにする必要もないでしょうしね。はい。だからこういうふうになんかされる方っていうのは僕もカウンセリングとかでお話をしてると、なんか私ってもう本当に親不幸な子供なんでしょうかとかって言われる方がいるんですが、そういうことも気にしなくていいということですね。そういうふうに考えちゃったりすると、やっぱりなかなかその縁切りっていうのができる。僕は思うんですけど、縁が切れるわけじゃないじゃないですか。もう魂的にもやっぱもう親子っていう血のつながりもありますし、魂的な縁のつながりもあるわけなんですね。ただ、それをどのぐらいの距離でこう持っとくかということでしょう。それを無理やりなんか必要以上にここまでしないとダメだなとか、そういう社会の通念とか、こんなことしちゃいけない。ね、そんな、も
なんていうかな、喧嘩別れじゃなくてさ、連絡3年も5年も取ってませんっていう、そういうこともあり得ると思うんですよね。だからって別にそれが親不孝ってことはないと思うんです。はい。そういうようなことをですね、今日はお話ししていきたいなと思いますね。のりこさん、こんばんは。よろしく。そして、かかさんもこんばんは。よろしくお願いします。はい。みきみきさん、新月、満月前後は、やさぐれます。笑える、笑える。全身だるい。そうなの大変ですね。満月もダメなんだ。新月もダメなんだ。なるほど。今日ね、お散歩してたんです、犬と。そしたらね、お月さんがね、半分ぐらいにちょっとなってて、すごい綺麗だなって、すごい見てました。ね、やっぱお月さんっていいですよね。月ってエネルギーいっぱい感じますよね。マジックショップさん、アキラさん、皆さん、こんばんミラクルいただきました。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。のりこさん、忘れるところでした。Facebook 見て思い出して慌ててきました。いろんなところにこう告知しとくの大切ですね。ありがとうございます。はい、嬉しいです。リエさん、本日は出遅れました。全然大丈夫。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、はるかさん、みきみきちゃん、満月は31日だけど、もう来てるの私のうちもそれもあるのかな。それもあるかもしれない。早いですね。もうまだ24日よ。大変ね、あんたたち。もうね。はい。少しでもヒーリングエネルギーで良くなってくれるといいなと思います。でこさん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい。じゃん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 。みきみきさん、はるかさん、8月、ほぼほぼだるい。そういうことでですね。もう月だけじゃないよね。なんか宇宙の力とか、ライオンズゲートの力とかも、なんかいろんなものに反応してますよ、多分ね。海島さん、あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは。きつすぎたコロナ療養ですが、よかったね。3日も眠れず、眠れなかったの。うわ、それは辛いわ。死にたくなってダメよ。覚醒したかも。よかった、それは、とりあえず。そうですね。死にかけるとね、やっぱりちょっとこう変わるでしょうからね、エネルギーとか魂的にもね。はい、とりあえず復帰、おめでとうございます。今日ヒーリング、会エネルギー受けて、さらに元気になっていただきたいなと思います。ポレポレさん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。そして、じゃ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 。あ、森のみ777さん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。ミキミキさん。ちょっと面白いからこれも読むね。はるかちさん、重力、磁場、おかしい種変わってきてるから体がついていくの。そうなの、今大きく変わりつつありますからね。10月ぐらいまでこれ多分続くと思いますよ。皆さん、頑張って耐えてください。はい。それを超えると多分楽になるからね。はい。ということですね。面白い。そして、のりこさん、最近忙しくて、ちょくちょく忘れちゃって大丈夫。子供たちにも怒られます。大丈夫。ありがとうございます。来てくれるの嬉しいけどね、ちょっと忘れたぐらいで全然大丈夫でございますよ。あ、そして、たかし、ありがとうございます。いつもありがとう。今日もよろしく、ミラクル。はい、オンラインのメンバー。まあ、昔からの友達なんですけどね。はい、よしこさん。最近性、胃腸炎も満月のせいなわけないですよ。そうだね。まあでもちょっと体が、なんていうだるくなってるっていうような感じとかで、ちょっと弱くなってるところがあるかもしれないですね。だからこう、そういうなんかいつも全然大丈夫なものを食べちゃっても、胃腸炎を起こっちゃったりっていうことはあると思いますね。はい。だからちょっとこういうヒーリングしたり、自分で、そのエネルギーを調整するっていうようなことね、やるといいと思うんですけどもね。はい。じゃんじゃんじゃん。ジョニーさん、大統領はいかがですか？あ、大統領ね。そういうことね。やだ、怖い。アメリカの大統領みたいになるわけね。いや、ちょっと頑張ります。もう、10万人、20万人を目指してですね、頑張って。なんかこのままずっと続けてたらさ、死ぬ間際とかに20万人とかならないから、どんどん新しい人が入ってさ、もうみんななんか忘れちゃって、そのままチャンネル登録しててさ、見てくれてはいないんだけど、みんなもう亡くなり始めたりとかもしてるんだけど、なんかわーって、どんどん増えていくってことないですかね。ちょっとね、ジョニーさん、頑張ります。大統領を目指して。はい。そして、秋明夫さん、親の言いなりの人生なんて真っ平です。本当にそうよ。思い通りになってたまるものからの精神です。なるほど。今、のびのびと人生を生きているところです。すっきりしています。早めに距離を置けばよかったです。まあね、全然遅くないわよ。これからでも。はい。遅すぎるってことはないので、ね、何にも。と僕は思ってます。はい。だからそういうふうに気づいたってことは、もう今がタイミングなんですよね。で、それを思いっきり楽しむ。もうその
壁を越えたっていうことだけで多分、いいことが起こるというか、こう僕たちって人生の壁みたいなのを越えた時っていうのは、なんかこう、そういう、なんていうんですか、こうプレゼントをもらえたりするんですよね。はい。僕もそのね、スチュワーデスの仕事がクビになって、どうしようとかって焦ったんだけど、その時にいろいろやって、こうやってね、少しずつやってると、本当に今良かったな、あれはあれで良かったなと思える素敵なプレゼントをいっぱい人生にもらってますのでね、来るといいですね。はい。はい。ということで、ありがとうございます。さあ、それでですね、今日は嫌いな人と縁切りできないのには意味があるということでお話ししていきたいと思います。はい。なるほどね、ミキミキさん。逆行も始まってるからね、しばらくはだらだら、なるほど、そういうのもあります。ね、逆行が始まると、なんか事故が起こり、もうトラブルとかが起こりやすくなったりするっていうのでね、皆さん気をつけていただきたいと思います。さあ、嫌いな人っていうのは誰でもあると思います。はい。まあ、最終的に言うと、嫌いっていう、なんて言うんですかね、エネルギー、誰かを嫌い、もうすごい嫌、この人と会うの、最悪とかって思ってる時って、すごく自分の中でね、あんまり良くないエネルギーがいっぱい生まれてるんですよ。はい。だから、あんまりそういうこと考えない。もう嫌いな人はもう、僕はその嫌いなっていうか、ちょっと苦手な人だなと思っても、もう透明人間にしか見えないんですね。だから隣に寄ってもね、なんかね、全く見えないし、気にしないみたいな。そういうことができればいいんですけども、この嫌いな人っていうのはなんで起こる、人生の中にね、現れてくるかっていうのを皆さんに考えていただきたいんですよ。皆さんなんでだと思います？いくつかあるんですけども、例えばね、一つはやっぱり、嫌いな人、まあ、職場とかね、近所の人でもそうなんですけども、嫌いな人っていうのはですね、やっぱり、自分の中で越えないといけない、今言ったような、越えないといけない壁を作ってくれてるっていうこともあるわけなんですよ。例えばですね、僕もあったんですけども、前の航空会社、日本の航空会社に入って地上職をやり始めた時にですね、まあ一番下っ端だったじゃないですか、入ってすぐで。で、まあ仕事もそんなにできないのにですね、3年ぐらい上の先輩にすごくいじめられたんですよ、僕。みんなの前ですっごい大きい声で怒られたりとかね、なんかこの人大嫌いとかと思いながら、いたんです。で、それでどうしようかって考えたときに、でもその人のことを恨んでても仕方ないなと思って、僕がそこで考えたのは、よしって、1年間しっかり仕事を覚えて、たくさん覚えて、その人がやらないことも全部、何やらしてくださいって言って、やって、絶対この人仕事で抜こうって思ったんです。はい。で、めちゃくちゃ勉強したんです。文句も言わずに。ぐっとこう笑いながら。で、1年後ですね、結局、結構いろんな仕事も経験したし、覚えてきて、そして本当にその人がやらないようなことも、もうガンガン上司にお願いして、例えば、女性しかやらない仕事とかってあったんですけど、なんで男性できないんですか？勉強になるのでやらせてくださいって言ってやらせてもらったりとかしてですね、まあ、そういうのもやったんです。はい。そしたらまあ、抜くとかっていうものでは、抜かれるっていうものではなかったんですけど、仕事なのでね。でも一人前になったら、やっぱりね、向こうも言わなくなったんですよ。こういうふうにですね、人生の壁、自分が何か超えないといけない。ね、そういう勉強しないといけないのか、弱い心をですね、強くして、よし、やったるとか、言いたいこと言うとか、さっきのお母さん、両親と縁を切るっていうですね、まあ、そういう、強い思い、そして行動を伴うっていうことをしないといけないっていうこともあるわけなんですね。で、今日は、その嫌いな人が現れる理由というのは、まあ、いくつかあるわけです。まあ、人生というのはすごくそれが緻密に重なってたりですね、まあ、いくつかの理由が重なってたりするんですけども、大きな理由としては今日は3つ、考えられます。この嫌いな人が現れる理由ですね。なんで現れてくるか。だから職場でもそうですし、プライベートでもそうですし、そういうなんかこの人ちょっと嫌だな、苦手だなと思う人が現れる時っていうのは、そういう自分の中で越えないといけない壁
が、この人困るからどうにかしようって人間って考えるじゃないですか。そこから、じゃあこうしようとか、ああしようと考える。そこが、自分に必要なものだったりするということですね。はい。そして二つ目がですね、そこが自分のいる場所じゃないっていうことですね。これは結構多いんじゃないでしょうか。例えば、職場ですごく問題もなく、みんなで楽しくやってたのに、急になんか人が変わって、新しい人が入ってきたら、その人がもう最悪な人だったとか、もう何も変わってないのに、その人がどんどん職場の雰囲気を悪くして、そして自分もすごく嫌な思いさせられるっていうことってありますよね。まあそういうのもさっきの越えないといけない壁を、その時にね、越えないといけない壁を持ってきてるのかもしれないけども、そこが自分のもういる場所ではないんじゃないですかっていうことを提示する、そんな意味もあったりするわけなんですね。だからこういう時っていうのは、そういう、これはどういう意味があるんだろう。ね、自分には壁があって、それを越えないといけないのか、または、もうここでいなくていいのかなというふうに考えてですね、自分が行動して、新しい仕事を始めるとか、そういう転職サイトに、登録し始めるとかね、何か他にやりたいことあるのかなって考え始めるとか、そういうような違う場所、違うものを考え始めるっていうチャンスを与えてくれてるということもあるということですね。はい。ゆうさん、嫌いなママ友さんに限って数年距離が空いてもご縁があるから、なんでってもやもやしてるところでしたら意味があるんですね。そうなんですよね。で、ちょっと後でも言いますけども、切りたいのになかなか切れないっていうのもやっぱり意味があるってことですね。はい。そして、じゃん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 。なんでつって笑ってる。みちみちさん、あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。はい。海城さん、そうですね。みんな自分の鏡と言いますね。そう、それもありますね。やっぱ嫌いな人、この人なんでこんなことするんだろうっていうようなことってね、自分が結構同じようなことをやってたりするっていうこともあるっていうので、そういうふうに見せてくれてるっていうものもありますよね。ただ、あるじゃないですか。どう考えても、私は何もしてないよな、みたいな時っていうのは、こういうなんかそこにいる場所ではないとかいうこともあり得るってことですね。あと、もう一個あるのが、人間っていうのは、なんかこう、エネルギーのパワーゲームみたいなのがやっぱ行われるような気がするんですよね。例えば、なんかこう、仕事とかが、なんか自分に自信がなくて、おどおどしたような考え方とか、こういう挙動不審なこととか、ね、ちょっと自信のなさげな言動とかをやったりするとですね、やっぱり人っていうのは、こいつには勝てるとか、この人よりは上に立てるとか、思っちゃったりして、あの、そういうとこからいじめとかも起こっちゃったりってするってことですね。多分いじめも結構、ガンガン強い人と戦う人もいますけど、やっぱ普通の人はいじめする人って自分よりこいつは弱い。いじめても大丈夫だろうって思うような人をやるってことですよね。だからやっぱりそういう自分が、これもさっきの一緒ですよね。越えないといけない壁と同じだと思うんですけども、自信なく、言いたいこと言えなかったりとか、言い返せないとか、いうことがあったりすると、やっぱりそういうふうに、越えないといけない壁として、そういう人が現れてきたりするということですね。はい。それができると、自然ともう必要なくなるから、その嫌いな人がいなくなったりするっていうことなんですね。こういう場合は。海島さん、あきらさん、偉い。さっきのやつね。ありがとうございます。そうなんですよ。そういうこともありました。でも1年間辛かったわ。すごいいじめられたからね。はい。でも、結構強かったので、全然大丈夫ですけど、でも全然、はい。強く先輩と思ってなかったので。はい。クリスタルさん、クリスタルキャメリアさん、こんばんミラクルアキラさん、山形県の月山神社さん、ご縁年あとわずか。こういうのがあるんですね。あれでしょデバ三山のやつかな。なんかいいですね。もうデバ三山僕大好きなんですけど、はい。全然違うかったらごめんね。よしこさん。あきらさん素敵。いつも前向き大切ですよね。全身全身。そうなの。後ろ見ても仕方がないからね。はい。私、ほぼ後ろ見ません。もういいや、みたいな。済んだことは済んだことみたいな。どんだけ失敗しても、どんだけやっちゃったとかって思ってもですね。もう前は前は、じゃあどうしようってそっちしか見てないですね。あきさん。親に会えない分、周りに愛情を与えて生きるように
なりました。あ、いいです。それはそれでいいですか？すると最近自然と自分を大事にしてくれる人が現れるのに、もうすごいいいエネルギー生まれてるじゃん。親と連絡していた頃、電話でお互い不平不満ばかり長電話してる。そうね。お互いに不幸だったわけで。悪口を言わない環境下に置くことによって言霊の力を日々感じています。このことに気づかせてくれた親に感謝です。なるほどね。そういうことですよ。親とかってそうですよね。僕もね、親とずっと一緒にいるとさ、なんかもうムカつくこととかいっぱいあるじゃん。なんか、もういいからみたいな感じで。すごくなんかこう、結構一緒に住んでた時は、言い合ったりとかしてたんですけど、本当に今離れて過ごして1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とかで会うようになったら、お互いにすごい優しくなりましたね。でも僕、1泊が限度なんですよ。もう2泊してるとかなり辛くなってくるのね。なんか、ここのなんか父親と母親と僕のこの会話に私存在したくないみたいな感じになるんですよ。だから大体一泊してそこで帰ってくる。あんた早いのもう帰るのかって言われたら、でもここの辛いから帰りますって言って僕ははっきり言うんですけど、はい、それもそれ愛情ですよね。と僕は思いますね。笹美希さん、間に合いましたと。よかったです。ありがとうミラクル。50分からヒーリング会員エネルギーを送りますので、皆さん楽しみにしてください。ミキミキさん、逃げれるときは逃げればいいんだけど、逃げられないときは何かしら決断して自覚して終わらせないといけないときに、そういうことです。そこに何か意味があるってことですよね。わらわら。めっちゃスッキリする。そう。そういうことなんです。で、ちょっと待って。池広さん、なかなか卒コンできなくて悩んでた時に栃木県にある日本三大縁切り稲荷神社にお願いしたら、あっけなく卒コンできたのでびっくり。神様すごいと思いました。よかったわね。なんか今、別れさせやとかってなんかちょっと、こうトラブルのもとをいっぱい作ってるそういうお仕事されてる人がいらっしゃるみたいなんですけどね、それに比べたら、なんと自然に素晴らしい卒コンができてよかったですね。そういうこともあるってことですよね。そういう、それでできたってことはありがたいですけど、でもそうやってできたってことは、神様が助けてくれたっていうよりかは、その神様にも頼む、行ってみようって言って行動して、ね、少しでもそういうふうになりますようにって言って、もうそこにはですね、行動するってことは覚悟とかもあったと思うんですよ。それができたからこそそういうふうに変わっていったということなんですね。ただ単に神社行ったから全部が良くなったっていうことではないということですね。あともう一個、その3つ、今嫌いな人が現れる理由っていうのが、その越えないといけない壁があるとき、そしてそこが今いる場所にいなくていいんじゃないのっていうのを教えてくれる。この2つ言いましたね。あともう1個が、ここがですね、皆さんもあーっと思うとこなんですけど、自分のエネルギー、波動が低くなっているときです。これも結構皆さん気づいてないですね。やはり自分の波動とか考え方とかがすごくネガティブになってたりとか疲れてたりしてすごくちょっと波動が低くなってる時っていうのはやはりそういうですね人をいじめたりするとかなんじゃこいつなんでこんなことすんねんっていうような人が現れてくるってことですね。はい。だからその自分の波動っていうエネルギー思いとかねその状態をよく見ることもすごく実は大切なんですね。皆さんちょっと生きづらい人が出てきたりさ、職場の雰囲気で上司が悪いとかってなると、そこばっかり見ちゃいがちなんですけども、実は自分が呼んでるっていうこともあるっていうことなんですね。だから自分のエネルギー、自分の考え方の状態っていうんですかね、そういう、を見るっていうことが大切です。あ、クリスタルさん。そうね、デバサンダンだったんですね。デバサンダン。いいとこですよね。冬のなんだったっけ。足湯のところ行った時すごく感動しちゃった。はい。マジックショックさん、接客販売業に入社して研修期間を終え先輩が待っていた担当の売り場を受け継いだのですが、上半期に上司が変わってから発注業務は先輩上司がやるようになったり、発注前は上司にチェックさせるのが義務になりました。この対応になったのは職場で私だけなので、へこんでいます。あまり考えなくていいんじゃないそういう、はいはいって言って聞き流すっていうのも大切ですよね。まあ、いいじゃないですか。だって僕だったらそういう風にされるとめんどくさいけど、何か失敗した時その人らの責任にもなるからラッキーとかちょっと思っちゃったりするけど、私だけでしょうか。私ちょっと超前向きだからそういうの考えてる時ね。はい。海城さん、逃げてばかりいるとだんだん最悪になってきて向き合いさせられますね。そうなんですよ。だからね、もう本当に皆さんもうやったるねって言って向き合わないといけないってことです。ミキミキさん、卒コンおめでとうございますって。いや、本当めでたいめでたい。あ、ちょっと待って。あ、
ちょっと待って、なんか怖いものになっちゃった。やだ、ちょっと待って。なんか変なボタン触っちゃった。怖い怖い。ちいこさん、あきらさん、デバサンダーの一つで合ってます。今年の合算の神様は、アラミタマ。全部ありがとう。嬉しいわ、こうやって、ひらがな書いてくれた。だったようです。合算は、うさぎ年が5年年。そうなんだ。それはちょっと知りませんでした。いいところですよね。僕、あそこの中にある50の塔かなんかあるじゃないですか。あの辺がね、すごく好きですね。あの感じが。はい。そして、みきみきさんありがとうございます。運気上昇も実感します。あ、いいですね。はい。まあ、そういうことが起こってるってことですね。だから、この嫌いな人っていうのは、まずは、なぜそれが起こってるかっていうことをよく考えた方がいいっていうことです。例えば、僕は、なんかバリアを張ってらいいんですよとかって言ったりするんですけども、それは、例えば、なんていうのかな、一時的な、こう、自分を守る方法とかにはなりますけども、結局、その嫌いな人が、なぜ現れてるかっていうと、自分の越えないといけない壁があるからっていう、その越えないといけない壁は、あ、ここにこれがあるんだって気づいて自分が行動しないと、なかなかその壁がそこにずっと突っ立るので、その嫌いな人もどれだけこう、避けようとしてもついてきたりするってこと。または、もうちょっと嫌だと思って新しいところに行ったとしても全然関係ないところに行っても、よくありますよね。同じようなことが起こるんですっていうことってあります。こういう時っていうのは、その人ではなくて自分に理由があるってことですね。越えないといけない壁を越えずに逃げてるから、ずっとそういう風になっちゃってしまってるっていうこと。そういう気づき方をしないといけないということですね。ゆうさん、嫌いな人とはその意味を自分と向き合い、乗り越えないとずっとご縁は続くの。下手すると続くってことですね。例えば、よくありますよね。まあ、親もそうですし、あと、なんだったっけ、まあ、親戚とか、そういうのも、そういうふうに腐れとなるような人といたりするかもしれないですけど、そういうものっていうのはそこに意味があるってことですね。ごめんね。はい。はるかちさん。以前、私にいろいろきついことを言ってきた人がいたんですが、それ全部その人のことじゃんと思って、なるほど。冷静に。結局、お互いに鏡だったんでしょうね。私はそれが分かったけど、どうもその人はそれが分かってないみたいで、私が悪いままでしたから切りました。ああ、なるほど。大人対応したわけですね。はい、そういうことも大切ですね。なんかこういう時に、あんたね、あんたも一緒じゃんとか、目には目を、歯には歯をってやっちゃうと、結局この憎しみの怒りのエネルギーがずっと流れ続けて、ずっとこれが終わらなくなるっていう、これも起こってるってことですね。だから、縁切りなかなかできない人っていうのは、そういうことが実は起こってしまってるっていうことなんですね。怖いですね。そういうのを考えると。亀さん、子供の頃から親にお金で嫌な思いばかりさせられて、年頃になってから親に貯金を使い込まれ、あらたり、お金を貸して返してもらえなかったり、あら、かなり嫌ね。自分が親になってからダメ息子にお金、よくかけない、縁を切れない身内のばかり苦労させるの何なんでしょうか。これも修行ですかね。ああ、これね、ここに学びがあるってことです、神さん。この神さんが、まあ、親のことも含めてですね、お金に対する、なんつうの、考え方とか、お金に対するイメージがやっぱ悪くなってるってことですね。だから、なかなかお金のトラブルから抜けられないってことです。はい。そういうことが起こるわけですよね。高橋、越えなきゃいけない壁、自分の居場所じゃないに加えて、自分の波動が下がっているの3つ目気づきませんでした。ありがとうございます。そうなんです。やっぱりね、波動とか波長が合うというかね、そういうものが起こったりするんです。だから反対に言うと、なんか僕すごくこう、結構ポジティブなんですけど、いつもそれがいいとか悪いとかじゃなくて、なんかもういいや、前に行こうみたいな感じなんです。うわ、こんなこと起こったとか思いながら前に行くって感じです。そうすると、あんまりね、そういういじめる人とかもあんまり出てこないんだよね。嫌な思い。まあ嫌な思いさせられてても気づいてないっていうのもあるかもしれないですけど。はい、そういうことも起こってるってことですね。クリスタさん、毎朝神社行くのを波動上げてたから、自己防衛策。あ、いいですね。はい。でも
なんていうかな、エネルギー的に上がるだけじゃなくて、その心の考え方とか、そういうものですね。はい。もうくよくよしないとか、そういうようなことも大切ってことですよね。はい。千恵子さん、ミキティ先生と山形リトリートで、は、はぐれを50頭に行かれたけど、あの時行ったかな、行ったと思いますね。山寺も行かれました。行ったね。はい。すごいいいとこでした。ここイカさん、壁だらけ今大丈夫だし。なるほど。そうですね。はい。よかったです。よしこさん、嫌いな人は自然といなくなります。もしかしたら私の方がバッサリ嫌いというかも。まあ自分でうまくこのね、切れたり、結界張られてるっていう人もそういう風になったりするでしょうね。まあ本当にこういろんなことがこう重なってたりするわけですね。秋葉さん、自分にとって気分が悪くなる人間関係が今全くないから、一日一日が楽しくて仕方ないです。こういう時は楽しもうね。今からどんな縁があるか楽しみです。今友達、彼氏一人もいないけど孤独を感じてます。それはちょっと孤独感じそうだけど、すごいね。やっぱりそれだけ自分がアゲアゲになってるってことで、むしろ自由すぎます。いいじゃないですか。これに彼氏、友達もいると最高ってことですね。そういう会う人がね。みんなと仲良くする必要ないんですよ。自分の会う人と一緒にいればいいんです。会わない人とはね、会わない人ばっかりだったら結局友達いなくてもいいってことですよ。はい。それぐらいでいいってことですね。笹向さん、私も会わない人たちは異動になったり、退職したりでいなくなるか離れていくことが、僕もね、これ多いです。はい。この人もいらないと思って。なんか結構いろいろやるんですけど、僕は。はい。そうするとね、その人がね、急にいなくなったりね、なんかします。はい。面白い。皆さんもやってみてください。今日もね、そのヒーリング海エネルギーの時にちょっとやってみたいと思います。中田とゆかりさん、私もお店のマミーが女王蜂みたいに苦手な時があり、だけど相手な思いつつ私の気持ちを入れ替える。そうですね。整理をする、見えない壁を作るとか、なんかいろいろすることあるのでね、やってみてください。はい。そうなんですね。今、ハワイリトリート中なんですね。忙しいですね。はい。のぶちゃん、娘が離婚と孫とで戻ってきて生活が振り回されている。イライラが止まらない時があります。なるほど。ね、でもそれはまあ大変だけどさ、やっぱ自分のあれがなくなるから。でもまあ慣れるまで、そしてそうやって、孫と娘とはまた一緒に住めるっていうのはありがたいことだと思いますね。やっぱりそういう人がいるからこそ経験できることってあると思うんですよ。僕もなんかうちの兄貴とかの子供のイベントとかに一緒に行ってね、それで楽しくやったりしますけど、自分の子供がいたらこういうことやるんだろうなとか思いながら、やっぱり私、犬しかいないからさ。そうなんですよ。だから、なんかそういう兄貴の子供がね、一緒になんかやってるの、いつもこう遊びに行ったりとか、ここ行ったとか話したりしてるのを見ててね、羨ましいなと思うので、そうなんですよ。わかんないもんなんですよ。その大変だけど、ある人にとってはそれは羨ましいことだなっていうことになるので、ちょっとそういうふうに思えたら楽になるってことですよね。なんかこう、そう、死ぬまでにもう一回孫とね、そういう娘さんと、住む時間が持てた、過ごせる時間が持てたってことはね、素晴らしいことなのかもしれませんね。のりこさん、父が倒れた頃から母の痴呆症が、発覚して、父が亡くなって3年が過ぎて、最近ちょくちょく地元に帰ってきてるやろうと怒られる始末。そういうところをしっかり覚えてるんで。京都と福岡と離れていてもどうしようもないもどかしさが心が痛いです。なるほどね。はい。こういうものも、できることはやるっていうふうにも決めちゃうといいっていうことですよね。なんかこう、やっぱりこういう親とかっていうのは、どん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 こう、なんていうのかな、年を取ってくると、こうしてほしい、ああしてほしいって言っていう気持ちが出てきたり、本当に、なんていうかな、こう、遠慮とかがなくなってきたりしてさ、言っちゃったりして子供が迷ったりすることがあるけども、やっぱりできることをやって、できないことはできませんって、もうそれを受け入れるとこともすごく大切なんだと思いますね。はい。秋夫さん、友達いないのは発達障害があり、私自身が群れるのが大嫌いだからです。いいんじゃないですか、それでね。あえて積極的な友達作らないですね。はい。それでもいいと思う。それで悲しいとか思わなければいいんじゃないですかね。あと、自分の好きなことをやったりするっていうのもすごく大切でしょうしね。はい。それでいいのだと思います。はい。ということでですね、じゃあ、
嫌いな人が現れているときにどういうふうにすればいいかということなんですけども、その方法というのはね、本当に、千差万別でいろいろあるわけなんです。エネルギー的にそういうのをやる、なんかちょっとこう、ね、ワークをするとか、でも、やっぱり、さっき言ったみたいに、エネルギー的に負けてるとき、ね、それが、なんか別になんていうのかな、喧嘩するとか、殴り合いするとか、じゃなくって、やっぱり自分の意志が弱い時っていうのはやっぱりこう負けがちになるんですよね。そして向こうはなんかこいつ言っても弱いから、へへ、みたいな感じになっちゃうと、どんどん調子乗っちゃったりする人がいるじゃないですか。だからやっぱり自分の意志みたいなのを強くしておくということってすごく大切なんだと思うんですよね。あとは、本当に体が調子悪くなるぐらい、ね、もう無理ですっていう時ってあるじゃないですか。職場とかでね。そういう時は本当にもうとりあえずそこを離れるっていうこと、もう本当に、例えば心も体もずさずさになっちゃって、もう戻るの普通、もう大変だっていうぐらいになっちゃうと、大変なことになっちゃうので、やっぱそのちょっと前にですね、もういいやって言って、その病気になったりすることを考えたら、もう一回リセットっていうのを持つ、その勇気を持つといいと思いますね。あとはさっき言ったみたいに、自分の波動を上げること、すごく大切です。はい。波動を上げていくとですね、そういうネガティブな人たちってやっぱり心地が悪いんですよね、魂的に。なので離れていくんですよ。だからそういうことを、やるといいということですよね。はい。なので、そういうことが動いてるっていうことですね。だからぜひやってみていただきたいと思います。ジャンレモンさん、こんばんは。よろしく。いい時に来たらまもなくヒーリング会エネルギーを送りますので、はい、楽しみにしててください。はい、ということでですね、嫌いな人と縁切りできないね、縁切りしたい人っていうのはいっぱいいらっしゃると思うんですが、それにはですね、ちゃんと、これはなんで今起こってんだろう、どんな、意味があるんだろうっていうのを、まず考えるということが大切ってことですね。その後、じゃあここを変えていこう、ここをこういうふうにしたらいいっていうようなことを考えるといいということですね。はい。それがすごく大切だということです。その中には自分にすごく自分が変わらないといけないというメッセージ性があったりですね。またはもうここにいたらダメよあんた早くここから離れなさいっていうこともあるし、あとは自分自身がね、今波動が下がってます。エネルギー下がってるよ。だからそんないらないものがどんどん寄ってくるんですよっていうふうに感じた場合はですね、やっぱり自分の波動とかエネルギーとか思いですね、ネガティブな言霊ばっかり使ってたり、もうどうせ私なんてとか、もう人の文句ばっかり、もう嫌いな人の文句ばっかり言いたくなる気持ちはわかりますけども、それをあえても言わない。その人に意識を向けないっていうのかな。そういうふうなことができると、少しずつ変わってくるということですよね。はるかさん、波動を上げるためにも村長のライブを欠かさないのは私です。本当です。ありがとう。嬉しいです。はい。みきみきさん、スーンで周波数合わせない。それもいいね。そうです。合わせない。意識しないってことですね。意識するとどんどん、嫌だと思ってるのに寄ってくるからね。はい、そうでございます。それもめちゃくちゃ大切でございます。はい。ということで、そういうことが起こりますのでね、皆さんぜひ気をつけていただきたいと思います。なんかショート動画とかでやるとですね、どういうことですかこれ、でもなかなか縁が切れないし、どうしたらいいですかとかっていう言葉がたくさんあったら、そういう人にこの、今の話とかが届くといいんですが、こうやってね、いろいろいつもお話ししてると、どっかに引っかかって、皆さん見られたりするっていうことがあるかもしれないので、はい、またこういうふうにやっていきたいと思います。はい。ということで、これから、ヒーリング開運エネルギーを送りますが、今日はですね、途中で、自分の嫌いな人、この人、変切りたいっていう人がもしいればですね、その人が、自分から離れていく、そんなちょっとイメージトレーニングをしたいと思いますので、皆さん自分が今縁切りたい人、今この人いらないな、離れていってくれたらいいなっていう人がもしいたらですね、その人を決めといてください。すぐ、この人縁切りさせてくださいっていう、人をですね、決めといていただきたいと思います。はい。これからヒーリング開運エネルギーを送ります。この画面の前にですね、
お水とかお茶とかコーヒーの入ったペットボトルを置いておくと、そこに波動が移って波動水っていうのができるんですね。それをまた飲んだりしてると元気になりますので、そういうの興味ある方は作っていただきたいと思います。そしてですね、エネルギーを感じるといいんですが、全く感じなかったとしても、必ずエネルギーは言ってますので、そんなんあるかって思ってしまうと、なかなかエネルギー受け入れられないので、なんか知らんけど、なんか元気になるんやったら、ラッキーになるんやったらもらおうというような気持ちで受けていただくといいですね。で、体全体で受けていただくと、皮膚がピクピクしてざわざわしたり、痒くなったり、熱くなったり、冷たくなったりっていうことがあります。これがスピリチュアルなエネルギーを感じるっていうことなので、はい、それをですね、少しずつ感じていただきたいなと思います。秋明さん、自分を大切にしない人の中に長期いたおかげで、歩行障害になったために親との距離を置くきっかけになりました。なるほどね。これからの人生を全てをかけて自分をご自愛する生き方です。そう、自分らしくね、生きましょう。はい。チャンネモンさん、アキラさん、ショート動画ありがとうございます。アキラにはいつも元気をもらえありがとうございます。羨ましい。はい。皆さん、悩ましいなって、これどれのこと言ってんだろう。はい。パルムの話してます。はい。そしてここ、ヒカさん受け取ります。そうですね。ありがとうございます。はい。では、皆さん、お待たせいたしました。今日はですね、ヒーリング会エネルギーをいつものように送っていきますが、途中でですね、自分が縁切りしたい人、その人がですね、自分から離れていくというイメージトレーニングも中に入れたいと思います。自分の縁を切りたい人、そんな人をですね、今から切りますって言ったらすぐに思い出せるようにですね、自分の中で決めておいてください。はい。すごい素敵。みおちゃんが、ほら、秋葉キューブさん、スタースタートになりました。よろしくって言ってやってくれました。やったね。おめでとうございます。はい。ということで、では始めていきたいと思います。まず、皆さん、ちょっと、もしあればお水とか飲んどいてください。はい。では、行きたいとね、モムさん、間に合った。ありがとうございます。間に合ってますよ。よろしくお願いします。肩が痛くて重いのでヒーリング嬉しい。かしこまりました。頑張って送らせていただきます。それではお待たせいたしました。送っていきたいと思います。まず左手からですね、ヒーリングエネルギーを送り始めています。このヒーリングエネルギーというのはですね、体の痛いところ、そんなところのエネルギーを癒してくれたり、細胞を癒してくれる。また、心の傷ですね。トラウマによって、得た心のショックなエネルギー、そんなものをですね、少しずつですが癒してくれる、そんなエネルギーを今皆さんにどんどん送り始めています。そして、こちら右手からはですね、開運エネルギーを送り始めています。この開運エネルギーっていうのはですね、僕のこのエネルギーをですね、今いい感じで、とてもいいエネルギーがどんどん流れていいことが起こっています。このエネルギーを浴びることでですね、皆さんにもいいことが起こる。そして、自分がなかなか前に進めない、そんな人がですね、前に進めるように背中をポンと押してくれるような、そんなエネルギーを送っています。はい。ただ、ヒーリング会エネルギー皆さんにどんどん送っています。このエネルギーを感じてください。それではこのエネルギーを体の中に取り入れていこうと思います。まず、鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの喉、胸、お腹のあたりが熱くなってくるのがわかります。そして、口からゆっくり吐き出すときはあなたのいらないエネルギーや体の調子が悪い人は、そのエネルギーが口から出て地球に帰っていくところを想像してください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体が熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときは、あなたのいらない考え方や、怒り、そういうものがあれば、どんどん口から出て地球に帰るところを想像してください。もう一度だけ鼻からゆっくり息を吸うと、このヒーリング界エネルギーがあなたの体の中に入り、頭の先から足の先まで熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出し、いらないエネルギーを吐き出して、最後の最後まで吐き出したと思ったら、普通の呼吸に戻してください。引き続き、ヒーリング界エネルギーを皆さんにどんどん送っています。
このように皆さんがヒーリング回エネルギーをどんどん浴びていると、皆さんの体の中にはもうエネルギーがいっぱいになり、自分の体から溢れ出てくるヒーリング回エネルギーを感じることができます。それではこの自分から溢れ出ているヒーリング回エネルギーをあなたの周りにいる愛する人、家族や友人、職場の人などで元気がない人、応援したい人に投げかけてあげてください。そうすると、あなたの愛する人は笑顔になり、元気いっぱいになってくるのを見ることができます。また、自分の体の調子の悪い人は、この自分から溢れ出ているエネルギーをさらにその場所に投げかけてあげてください。波動水を作っている人は波動水へ。ブレスレットなどエネルギーを注入したいものがある人はそのものへどんどん自分から溢れ出ているヒーリング、回遊エネルギーが流れていくところを想像してください。このようにあなたを中心にこのエネルギーがあらゆる角度に出ていく。このことがですね、自分のエネルギーを前向きにして、そして大きなエネルギーへと変えていってくれています。あなたのエネルギーは、どん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 前向きで強くなっていくのを感じてみてください。それでは今日は自分の嫌いな人、縁切りしたい人をですね、自分の目の前に思い浮かべてください。今あなたの縁切りしたい人、1人、2人、または3人、5人かもしれませんが、あなたの縁切りしたいと思っている人が自分の目の前にいるというところを想像してください。そして、その縁切りしたい人からあなたに向けてタコ糸のようなものが、紐が自分とつながっているのを確認してください。このあなたの縁切りしたい人、そんな人とつながっているこのタコ糸を一つずつゆっくり、もういりません。さよならと思いながら切っていってください。そうすると、あなたの嫌いな縁切りしたい人は、風船のように糸が切れて、どん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 上に上がり、あなたから離れていくのを確認することができます。そのあなたの苦手な人は、どん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 離れていき、もう姿も見えなくなりました。これで私は大丈夫。私はこの縁切りしたい人ともう惑わされること、心を乱されること、あなたが感情的になって苦しくなること、そんなことは起こりませんと自分に言い聞かせてください。最後に今日もたくさんの楽しいメッセージとお話をありがとうございました。このようにですね、皆さんと一緒にエネルギーを共有し、時間を共有すること、これがですね、本当に一人の力ではなく、たくさんの人の思いなどで大きなエネルギーとなり、ヒーリング、回遊エネルギーに皆さんに返ってきている。そんなエネルギーを感じ取ることができます。皆さんにとって良いことが起こりますように、そして、縁切りしたい人と、心でエネルギーで切れていきますように、お祈りして終わりたいと思います。ありがとうございました。はい。いかがでしたでしょうか。こういうようなことですね。こういうライブでみんなのエネルギーがわーっと強くなっているときにですね、こういうイメージをすると、一人でやるときよりももう100倍、200倍のエネルギーが流れていたりするわけなんですね。そこに僕のエネルギーもわーっと入ってますし、回遊エネルギー、ヒーリングエネルギーも入ったってことですね。はい。こういうふうに、
ね、もちろんアーカイブでもいいんですが、このライブっていうのがやっぱりいいですよね。エネルギーがもう今でも僕すごく熱いですし、感じるってことですね。はい、ちょっとエネルギー強いものを送ったので、頭が痛くなったりしてる人はお水を飲んで、深呼吸を2回ぐらいゆっくりするといいですね。他の人もちゃんとお水とかお白湯を飲んでおいてください。はい。いかがでしたでしょうかね。チャンネルモンさん、アキラさんありがとうございます。こちらこそありがとう。はるかさんもありがとうございました。イメージが良かったか、またヒーリングの部分を見直します。ぜひやってみてください。みおさんもありがとうございました。クリスタルさんもありがとうございます。ノルクさんもありがとうございました。イキヒロさんもありがとうございます。ダーウィンさん、アキラさん、キャー終わりの時になっちゃった。グッタイミングで来ましたね。はい。でも、まだエネルギーぐわーっと送られてますので、残りエネルギーでよかったら受けてください。福前さんもありがとうございました。ちょっと間に合わなかったので、空き家便で発見します。ぜひ見てください。野良美さん、ありがとうございます。こちらこそ、かなくさんもありがとう。ミラクルいただきました。宮部さんもありがとうございます。みつこさん、こんなことに演技りした人はいませんが、ヒーリングありがとうございました。よかったです。ありがとうございます。はい。そして、ココヒカさん、ありがとうございます。チャージ完了とよかったです。ゆうさんもすっきり、しゃっきり、ありがとうございました。はい。森信さんもありがとうございます。ひとみさんも今日ね、ありがとうございました。初めてで嬉しいです。ねものさんもありがとうございます。クジラさんもかわいい。ありがとうございました。こちらこそ。福田さんもミラクルラブ始まった。ミラクルラブありがとう。ちょっともう、これね、僕が興奮してくるとね、なんかその声に反応してね、うちのが騒ぎ始めるんです。これが2匹目のモコです。うちの今トラブルメーカーなんですが。でも可愛いから許しちゃう。みやちゃんもありがとうございます。もう、もこもこさんもありがとう、ありがとう、ありがとう。あけへさんもありがとうございます。今日はありがとう。勇気をもらいました。感謝します。よかったです。おやすみなさい。マジックショップさんも受け取った。右手は暖かくて左手ひんやりする毎回不思議。言ってますね。ありがとうございます。ミラクルラブもいただきました。ありがとうございます。ともさん。はい。また明日頑張るんです。頑張りましょう。よしこさんも演技したい人は土の中へ消えていきました。途中攻撃臭い匂いがしたのは何だと。すごい。すごい。かなりエネルギーが動いてますね。ゆかりさんもありがとうございました。頑張ったです。ゆかりさん。ゆかりです。はい。ありがとうございます。エネルギー飛んでますね。はい。そして、マジックショップさん、電波切れて間に合わなかった。後で見ます。ありがとう。そうなんですね。強いエネルギーがいったから、ちょっと、はい。ちょっと一人だけだとかわいそうなんで、これがうちの、最初からいるジンジャーと言います。ジンジャーもね、おばあちゃんになってきて、最近ちょっと、おかしい動きをよくするんですが、でも私のとっても大好きなジンジャーです。とってもいいタイミングでよかったです。ありがとうございます。てこちゃんも。ミラクルラブ。ちょっと待って。じゃんじゃん。じゃんじゃん。みくみさん、ラブありがとうございます。ラブ言うとありがとうね。こちらこそありがとうございます。アーカイブでぜひ見てください。すっかり猫でしょうと最高最高。シストラバちゃんは寝てしまっていたでも受け取れてますよ。もちろんでございます。ミラクルラブもありがとうございます。カメさんもありがとうございました。森の皆さんもヒーリングの時にみんな寝てますね。協力で送っといてから。大丈夫ですよ。福間さん、皆さんが良き縁になりますように本当にね、素晴らしいです。こういうものができるようになったってすごいですよね。はい。ワンコお手当てしたけど、ありがとうございます。ジンジャーね、足腰強くなるように、皆さんお願いします。はかさん、ジンジャーちゃんは村長の愛娘の名前ね、元気で長い、本当そうなんです。もう、この子が大好きなんです。はい。二人目も好きなんだけど、やっぱこっちの方がね、15年も一緒にいますから。クリスタン・ジンジャーちゃん、ありがとうございます。かわいいワンワン、ありがとうございます。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、ジンジャーと一緒にですね、みんなの幸せになって、ミラクルラブということで、ありがとうございました。ちょっと待って。私のことも忘れないでっていつもこんな感じでお散歩行ってます。大変だけど、私のエレベーター、こうやって2人乗ってんですよ。で、バーって言って、途中でバーンって扉開いたらさ、向こうの人がバーンってこの姿を見てね、みんなドン引きするんですよ。面白いわよ。はい。でも頑張って暑いけどね、お散歩してます。ということで、皆さん今日もありがとうございました。おやすみなさい。ということで、ちょっと待って。ちょっと待って。またいらないボタンを押しかけました。ということでみんな愛してるよ。おやすみ。